高所得者の厚生年金料を引き上げ、国民が何をしたんだろう。780万円を高所得者と呼ぶのかどうかっていう時点で僕はどうかと思うんですけど、アンケートを取ってみようかな。世帯年収461万円で3人の子育てができないと日本人減る。そうだよねと、いや違う。2つにしました。せめて1000万円以上にしてほしいとかありますね。ひろゆきさっきアンケートたまってますね。そんなにやってないですよ。僕、前回と今回、あとリハックでやろうとしたんだよな。リハックでやったのは可視化するというのが必要なのだろうなと思ったんですよね。結局私はこう思うって言ってる人たちと、そうじゃないと思うって言ってる人たちっていうのって、自分たちは正しいと信じているし、自分の周りの人には自分の考えが正しい、そうだよねってなってしまうので、なので、じゃあ客観的にはどう見えるんですかっていうところをお互いに理解するという意味でいくと、じゃあ視聴者がどう判断しているか見てみようっていうのは、僕は情報量が増えるからありなんじゃないかなと思ったので、リハックでアンケートを取ってみたっていう話です。はい。というわけで、アンケートの結果出します。ドン。世帯年収410万円で3人の子育て権と日本人減るよ。そうだよね。90%。いや違う 9%。というわけで、投票したのは988人ですね。どういう話かというと、結婚した人たちが3人子供を産まないと日本人減るよねっていう、至極当たり前の話なんですけど、基本的には結婚した人が2人しか子供をいませんってなると、子供が事故で亡くなってしまう場合とか、結婚できない、結婚しない人というのもいるので、結果として2人産むだけだと人口は減っていくんですよ。じゃあ、すべての日本人が、誰一人独身がいません。すべての日本人が結婚しました。2人だけ子供を全家庭が産みますってなったとしても、やっぱり事故で死ぬ人というのもいるので、減っていくんですよ。なので結婚した世帯というのは3人の子育てというのができないと、基本的には日本人は減り続けるんですよ。じゃあ3人の子育てができないと減り続ける。で、3人の子育ては誰がやるべきかというと、平均年収の人たちができるようにならないと減り続けるんですよ。高収入の人だけが3人子供作れますとなると、高収入の人ってそんなにパーセンテージとしては多くないので、結果として人数減ってしまうよねという話になるんですよね。一応ツイッターにも書いたんですけど、どっかの会社が取った調査みたいなやつで、3人以上子供がいる家庭がだいたい年収700万円以上が 63% とかだったんですよね。もちろん年収低い人で子供いっぱいいるよっていう世帯もいるんですけど、子供というのは負担になるよねとか、教育費かかるよねっていうので、やっぱり世帯年収多い人の方が子供が多いというのがあって、じゃあ700万円以上超えてると、ようやく子供さんに持てるよねという状態になると。なのでそうすると、日本人を減らさないためにやるべきことは、日本人の平均世帯年収を700万円にする。っていうパターンと、子供を育てるとかの教育費だったり生活費というのの負担を減らすっていうどちらかをやらなきゃいけないんですよね。で、負担を減らすというのは今のところやってないので、そうするともうあとは日本人として負担を減らすっていうのって一般の日本人はできないんですよ。政府がじゃあ高校無償化しますとか、大学無償化しますとかっていうのであれば教育負担は減るんですけど、もしくは大学に行かせないとかはあればいいんだけど、大学行かせないをやると、国力というのは人口と国民の教育レベルの掛け算に比例するので、みんな大学に行かないという子供が増えてしまうと、それはそれで国力が下がってしまう。みんな高卒になったら、それはそれで高い収入を得る仕事ができなくなってしまうよねってなので、結果としてその世帯収入の低い子供、次の世代というのを作ってしまうので、なので、それなりに高度な教育というのは必要だよね。で、高度な教育をかけるんだったら、やっぱりそれなりの教育を受けなきゃいけないよね、ということになると。っていうところで、なので、世帯年収を上げるであれば、まだ一般市民はできるんですよ。転職をするとか、昇給してもらうとか、副業をするとかっていうので。日本人を増やす、減らしたくないのであれば、世帯年収700っていうのを目指さなきゃいけないよねって話になっちゃうんですよね。ちなみに20代で年収700万超えてる男性の6割か7割は結婚してるんですよね。だから、なんだかんだ言って20代で700万ぐらいいってると子供を育て家族を作るっていうのは可能だよねっていうことで結婚したい。自分もしたいし、そういう人と結婚したいっていう人も寄ってくるっていうのがあったりするので。なので、そういった形で世帯年収を増やすか、教育費を減らすっていうのをやらなきゃいけないよねっていうのが9割の人は僕と同じ結論になってるので、なので、そうならないってすごいよね。日本の政府と地方自治体っていうところなんですけど、はい。給食1日3食出して無償化、公立無償化、塾行かせる時間に任意勉強部分消化すれば OK。子育て世帯の負担を減らすという話なんですけど、塾に行かせるというのは僕は反対なんですよ。もちろんいい塾もあると思うんですけど、大学に受かるための受験をする学校に予備校というのに行かせて、
予備校的な勉強をしたテクニックのある人たちが偏差値の高い大学に受かるという構造を維持することに、果たして日本にとってプラスのメリットはありますかっていう話なんですよ。例えばじゃあ慶応大学に行きたいです。共通テストを受けますっていうので、そこでじゃあ古典漢文とか日本史とか世界史とかを覚えるのって、その人の人生にとってその後どんなプラスになりますかっていう話なんですよ。じゃあ例えば共通テストが英語とドイツ語とフランス語と数学とプログラムと法律とそんな感じ？覚えた後に社会に出ても役に立つ学問を共通テストでやりますと。法律をじゃあ僕は選びますって言って、法律の勉強して、法律でじゃあ80点取りましたっつって慶応大学入りましたって言っても、法律に関しての知識というのは、その後社会に出ても役に立つんですよ。契約書を読むとか、例えばじゃあ会社に入った時に法務的な問題が起きた時も、あ、それ知ってるよとか、民法だと何条にこういうのあるよねとかっていうのがあったりとか、あとじゃあプログラムのテストを受けますとかで、じゃあその後プログラマーになりますとかだったりするので、なのでその後の社会に出た時に役に立つものを共通テストの課題にすべきだと僕は思ってるんですよ。日本史も役に立つんだって言ってる頭の弱い人たちがいるんですけど、分かった分かった。じゃあ日本史で金稼いでるやつが日本人のうち何人いるかって話なんですよ。日本史で金を稼いでる人が多分1万人ぐらいはいるでしょうと。したら残り99万人の大学生にとっては日本史いらないよねっていう話なんですよ。日本の歴史を知るべきである。僕はそれはまた否定しないです。音楽とかを知るべきであるとか、世界史を知るべきである。古典を知るべきである。それは知ってもいいよと。ただ、金を払って予備校で勉強して切磋琢磨するものではなく、教養というのはある程度教えて興味があるんだったらそれは自分で深掘りしてねというだけの話で、それをめちゃくちゃ深掘りしても残念ながら社会で役には立たないんですよ。石油が出てきて別に日本人は一生懸命切磋琢磨して勉強して金稼がなくても全然暮らせるよねっていう国だったらいいんですけど、残念ながらそうではなくて海外の人たちよりも優秀になって結果を出して金を稼がないと日本という国が先進国として維持できないんですよ。給食出せばいいよねって話じゃなくて、そもそもの大学に入るというところでみんながこれを勉強しなきゃいけないよねって考えるものというのがずれてるって話ですね。だから道徳の授業も僕は必要だと思うんですけど、ただ道徳の授業は必要ですけど、道徳のテストをやって道徳のテストで100点を取るべきかっていう世界は僕違うと思うんですよ。俺道徳のテストのためにめちゃくちゃ頑張って暗記して100点取りましたって言っても、それでってなるじゃないですか。道徳をやってジャンバルジャンの話とか読んだりとか、こういう考えとかあるんだとかっていうのを知るのは全然いいと思うんですよ。でもそれを知るということと、それで100点を取ろうとするということはちょっと違うよねという話でさえ。だから保健体育も受験科目にするのはいかがなものかなって言ったわけですね。サッカーのルールとか野球のルールとかに大学生100万人が異常に詳しくなってもしょうがないじゃないですか。オフサイドとか別に知らなくても人生ほとんど困んないんですよ。もちろんサッカー関係の仕事したいんだったらそれは勉強してオフサイド調べてくださいって話なんですけど、本当に社会に出た時に役に立つかどうかっていうところで僕は共通テストの科目を決めるべきなんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、ただそうすると今の雇われてる教員の人たちがほぼクビになるので、今雇われている人たちって古典漢文を教えることで金をもらうっていうので、最後まで生きていこうとしている人たちなので、めちゃくちゃ反対されるんですよ。文科省的なところも反対するので、なのでそうはならない。なのでそこら辺は日本は住んでるけどしょうがないよねって話です。はい。教育ってもうすでにね、既得権益なんですよね。古典漢文の先生の仕事というのをなくさないという既得権益になっていて、プログラムとか新しい授業増えるじゃないですか。で、新しい授業が増えた時に、じゃあこの授業いらないよねっていうリストラをしないんですよ。既存の授業をやりながらプログラムの授業もさらに増やしますっていうので、なのでほとんどの子供たちにとっては古典漢文が社会に出た時に役に立つことはないんですけど、でも既得権益として教えなければならないことになって、その人たちの給料はずっと払い続けるっていうところなので、こういうこと言うと嫌われるんですけどね。はい。年収798万円以上の社会保険料が上がらんについてどう思いました？個人的に思ったことですが、現役世代の負担を日本総国のために避けるべきだと思う一方で、自分が60歳以上だったら現役世代はもっと苦しむべきという考えを持ってしまうので、こんなのは仕方ないのかなと思います。多分その結果だと思います。日本の有権者の3分の1ぐらいはもう年金をもらってる人たちで、ある程度年金もらう予備軍の人たち、50代後半の人とかは年金もらう予備軍なので、そうすると労働者をどう幸せにするかよりはむしろ年金もらう俺が幸せになった方がいいよねってなるので、合理的に人が行動するというのであれば、それは合理的にはそうなるよねって話で、ゲーム理論でいう人間は合理性で判断をするというのを超えないっていうのであれば、多分日本はシルバー民主主義のまま
労働者人口はどんどん減っていき、子供は減っていき、日本人はどんどん減っていくというところが、多分結論になるんですよね。割と日本人って頭がいいので、合理性高いんですよね。なので結果として合理性を超えないのではないかっていう気がしてて、で、逆にそのフランスの人とか、南米の人とか、合理性すぐ超えてくるんですよ。ムカつくからぶん殴るみたいな。いやいや、そこでぶん殴って刑務所に入るリスクを考えたらそんなことしない方がいいよとか、デモをしてこの店をぶっ壊すみたいな、いや、デモは他の人がやってるから別にそれは任せて家で休んだ方が得じゃないっていう合理性ではなく、もうムカついたからデモするわみたいな感情の方が強いっていうのが南米とかフランスの人たちで、逆に合理性を超えた人たちの方が、結果として長期的に正しい判断をする可能性があるんですよ。でも合理性で判断をする日本人の場合は、今更労働者は選挙に行ったとしても少数派だから大して変わらないし、それだったらもう家でゆっくり休んで次の日から働いた方が給料増えるかもしれないし、仕事のパフォーマンス上がるかもしれないから、選挙に行くよりは個人としては休んだ方が得だよねという合理的な判断を労働者もするし、高齢者に関していくと年金増やした方がいいよね。だって年金増えたら俺得だもんっていう合理的な判断をするっていうので、多分合理性のある人たちというのが多数派を占める以上、この構造というのは変わらないのではないかなという気がするんですよ。なので、頭がいい人が集まると、結果として間違ったことをするっていうのがたまにあるんですけど、その例なんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。